どうも皆さん、カイトです。やっと任天堂でリリースされたゲームをご存知ですか？そうです。みんな大好き、メトロイドドレッド。いやー、めでたい。こちらは任天堂が誇るメトロイドシリーズの最新作で、メトロイド単体で考えると5になります。早速10時間ほどプレイしてクリアしてみたんですけど、この系統好きしか寄せ付けない最高の探索アクションでしたね。今回はメトロイドフュージョンから18年以上経った新作メトロイドドレッドの購入を少しでも迷っている方の参考にメトロイド、ジャンル、ストーリー、魅力の4点に絞って簡単に説明させていただきます。では早速やっていきましょう。まずメトロイドって何ぞやって方に簡単に説明すると、メトロイドシリーズとしては初代メトロイドがファミコンディスクで1986年に発売されて、メトロイド2がゲームボーイで1992年、そして第3弾のスーパーメトロイドがスーパーファミコンで1994年で、第4弾のメトロイドフュージョンが2003年という時系列になりますね。初代と2に関してはメトロイドゼロミッションとメトロイドサムスリターンズでリメイクもされているので知っている方も多いかなと。メトロイドプライムシリーズと混合される方も多いと思うんですけど、 FPS であり時間軸としては初代と2の間になり、こちらではより深くサムスに起きたことを掘り下げている形になりますね。全てのストーリーをおさらいをするとすごいことになるので、めちゃくちゃざっくりにナンバリング順だけで説明すると、主人公である戦士サムスは洋館惑星ゼーベスに潜入して宇宙海賊パイレーツに奪われた浮遊生命体メトロイドが兵器利用される前に殲滅に成功します。だが違う惑星 SR388 で生き残りのメトロイドが存在しているのを確認され、再び殲滅をします。ですが目の前で生まれたベビーメトロイドだけは倒すことができずに、サンプルとして持ち帰り宇宙アカデミーへと託すことにします。束の間の平和に酔いしれている中で、復活したパイレーツがアカデミーを襲撃してベビーメトロイドの強奪に成功。事態を重く受け止めたサムスは再建された洋館惑星ゼーベスに取り返しに向かい奪還に成功します。メトロイド殲滅後の惑星 SR388 の生態系調査隊の警護をしていたが、謎の寄生生命体 X に襲われてしまい意識不明の重体に陥り、手術に成功し一命を取り留めます。だが宇宙生物のステーションに X が侵入してしまい大惨事になってしまい、慌てたサムスは根絶するためにステーションで奮闘して解決するっていうのが主な軸です。ちなみに手術時のメトロワクチンの接種によって体質が変化しているサムスは X を吸収して、その生命エネルギーを自分のものとすることができるという能力が備わっています。さらにジャンルなんですけど、ご存知 3D 横スクロール探索アクションになりますね。世の中にメトロイドというジャンルを作ったことでも有名で、後にキャッスルバニアと合わさった用語メトロイドバニアを作り出した大元の作品がこちらです。サムスを操作してダンジョン内を隅々まで探索しながらアイテム収集、敵の殲滅、脱出を目指すのが主な目的になります。途中で出現するエミンに追われながらも巧みにサムスを操りながらの逃亡、捕まった時のデスプループなどかなりのスルメゲー感を味わえます。スルメゲーっていうのはラストまでプレイするにはハードルは高いが、それを乗り越えることで良さがわかるゲームという感じですね。難易度としてはこのジャンルを初体験される方には操作性含めて少し難しいと感じましたね。だけどもハマった瞬間の爽快感は半端ないので頑張ってほしい。次にストーリーになるんですが、寄生生命体 X の脅威が惑星 SR388 とともに宇宙から消滅してからしばらく後が舞台。銀河連邦は情報ソースがわからない主から X の生存を示唆する記録映像を受信することになります。発信源と推定されている惑星 ZDR に7機の探索ロボットエミーを筆頭にする連邦無人特殊部隊が派遣されたが、到着してすぐに消息が途絶えてしまい一大事。その再調査に唯一 X の体制を持っているサムス・アランが惑星 ZDR に向かうって感じですね。そしてこのゲームの魅力なんですが、1、ストーリーを素直に楽しめる。前作を未プレイでも楽しめるのがメトロイドドレッドのいいところです。最新作とあって映像美でもグッとくるのですが、序盤のキーパーソン寄生生命体 X から話の軸になる超人族、探索ロボットエミーなどの関わりが徐々に明らかになっていくのがうまく作ってあるなと感じ取られましたね。サムス自身とのメトロイドの関係性も作中で教えてくれるので、全く知らない方でもスーッと入ってくるポイント。2、広大なステージを探索する楽しさ。元祖探索ゲームといえばメトロイドと言わんばかりの描写の緻密さ。主人公であるサムスを操作してステージごとの広大なステージを隅々まで探索し、突破口を見つけた時は思わず拳をグッと握ってしまいましたね。構成マップとしてはアルタリアをはじめカタリス、
ダイロン、バルエニアなど複数で存在して、それぞれでのアイテム回収率なども把握できるのがやり込み要素の一つです。ですがマジでどこ行っていいかわからなくなります。そんな時はマップで確認して未開拓地を埋めに行き、確実に潰していくのが重要です。アイテムを見つけた時にはステータスに補正をかけていくのがとても嬉しくもあり楽しめるかなと。アビリティを見つける時になる効果音は元祖好きにはたまらないので、ぜひ聞いてほしいですね。3、先に進むほどサムスが強化されるスタイリッシュ性。全体的なスピード感がかなり速いのでストレスなくプレイできるのが特徴です。マップ探索もさることながら道中で獲得したり、ボス、中ボス、エミーから獲得したアビリティで爽快度がさらに上がるのもおすすめの一つになりますね。さっき行けなかった場所にこの技で行ける、壊せなかった壁が破壊できる、レーダーを駆使しながらも効率よく探索できるなど多種多様です。特に飛び上がっていく時などポンポン登っていくのはこの系統ならではですよね。雑魚敵やボス戦に関しても最初は硬い敵でもチャージ補正されていくことですんなり倒せてくるのも大きなポイントです。攻撃の手を緩めずのビーム連射やというかYボタン連打が強いシーンがいくつもあるので、指筋を鍛えておくのをお勧めします。ミサイルが主力になると思うので、狙いを定める当て感を把握するのも有利に進めるコツになりますね。そしてカウンターパリーによるヒルマス攻撃は後々に必須になるので練習しておくのがいいですよ。いやー、早く皆さんにもプレイしてほしい。4、エミーに追われる恐怖と緊張感。もともとは7機の探索ロボットエミーの後追い調査にしに来たのが始まりであり、そのエミーが完全に敵側で暴走しているのが面白いですね。ステージ探索では必ずエミーゾーンという区画でぶち当たりますので、対峙するのは必然になるんですよね。これがめちゃくちゃ怖いです。冒頭のチュートリアルで避け方や逃げ方を教えてくれるのですが、焦りと緊張からか早く逃げなきゃで捕まった時の絶望感が半端なくやばい。脱出方法もあるのですが、顔面に突き刺さる瞬間に X ボタンで蹴り上げたら成功というかなりのシビア加減、そして捕まったらデッドというプレイヤー泣かせが難易度を上げています。逃げ方としてはいろいろあるんですけど、常にマップでの行動パターンを把握しながらもファントムクロークを駆使し、時には強引に突破する駆け引きが熱い。倒すこともできるんですが、それはプレイして確かめるのが一番いいですね。5、クリア時間は10時間。アクションが得意な方や探索ゲームをプレイしたことがあれば、だいたい10時間ほどでクリアできるのかなと感じ取れましたね。ステージ探索をしっかりこなしてクリアを目指すのであれば、15時間から20時間ほどあれば全然いけるんじゃないかなと。コンプ要素もいろいろあるので、極めたい方はぜひ最後まで楽しんでほしいです。最後に金額になるんですけど、ダウンロード版が7600円で、パッケージ版が7678円のフルプライスの設定ですね。限定版の特典付きセットはほぼ売り切れなので、特典が欲しい方は単体で公式で販売されているのを注文するのが良いかなと。ちなみに私は任天堂カタログチケットでダウンロードしました。以上になります。ボスが強すぎて勝てない、どこに行っていいかわからないなど積みそうになる方は多いかもしれません。ですがこの段階までいけたというプラス思考が大事なのがこのゲーム。こういったジャンルの導入門としてはちょうどいいかもしれませんよ。よければ皆さんもメトロイドドレッドを楽しみませんか？きっとこのスルメゲーの面白さに気づくこと間違いないですよ。このチャンネルではおすすめのゲーム紹介、ためになる解説、またはパズルゲーム実況をしております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。